読書は推し活。昨日2025年6月6日に映画国宝が公開されましたね。吉沢ルーさんが主役を、横浜流星さんがライバル役を演じられています。主人公は長崎の人形の世界に生まれながら歌舞伎役者として生きていく立花菊夫という男性です。読み終わった時には何度も涙を流し、最後のシーンを思い出さなければまた泣けてくる、そんな作品でした。歌舞伎を知らない方でも全く問題ありません。むしろこの小説を読むことで歌舞伎のことをちょっと知った気になれるのも嬉しいところです。正直に白状すると、私は最初単純な復讐話を予測していました。これは単純な復讐劇ではなく、もっと深い芸に生きる人間の物語だったんです。フリーアトリエ生へようこそ、生です。昨日2025年6月6日に映画国宝が公開されましたね。吉沢ルーさんが主役を、横浜流星さんがライバル役を演じられています。もう見に行かれた方はいらっしゃるでしょうか。今回はこの映画の原作である吉田修一先生の小説国宝についてたっぷりとお話ししたいと思います。映画を見た方にもまだ見ていない方にも原作の魅力をお伝えできればと思います。映画について、キャストと監督。まずは映画の話から。監督は角煮光則沙織監督で、吉田修一作品の映画化としては3作目になります。主演の吉沢ルーさんが演じるのは期待の女型歌舞伎役者立花菊夫。予告映像を見ただけでもその美しさと迫力が伝わってきました。そして共演の横浜流星さんが演じるのは大垣修介。歌舞伎の名門の御曹司として生まれ、主人公とは全く異なる境遇でありながら武器ライバルとして互いを高め合う存在です。この二人の関係性こそが物語の重要な軸となっており、原作を読んだ身としてはどのように映像化されているのか本当に気になるところです。歌舞伎資料の中村鴈治郎さん。歌舞伎資料は2019年に紫綬褒章を授与された中村鴈治郎さんが担当されています。実はこの中村鴈治郎さんこそ原作者の吉田修一先生が3年間にわたって取材をされていた方なんです。吉田先生は国宝を書くために中村鴈治郎さんのご厚意で黒子の衣装を作ってもらい、毎月のように全国の劇場を回り、楽屋から舞台裏まで歌舞伎界の内部を徹底的に取材されました。その取材体験が血肉となって生まれたのがこの国宝という作品です。そして今度はその鴈治郎さんご自身が映画の歌舞伎資料を担当し、さらに劇中では歌舞伎役者東千五郎役でも出演されている。原作と映画が密接に関わり合っていることがわかります。映画についてはまた見に行き次第感想を話す動画を作ろうと思います。さて、では本題の原作の国宝について詳しくお話ししていきましょう。前半は未読の方向けにネタバレなしで感想を話し、後半は既読の方向けにネタバレありで話していきます。作品の基本情報。本作は上下巻合わせて約800ページの大作で、2019年に芸術選奨文部科学大臣賞と中央公音文伝賞をダブル受賞した名作です。吉田修一先生の作家生活20周年記念作品としても位置づけられています。物語の舞台は1964年の東京オリンピックから現代までの約50年間、主人公は長崎の人形の世界に生まれながら歌舞伎役者として生きていく立花菊夫という男性です。彼が14歳から還暦を過ぎるまでの一生を濃密に描いています。読み終わった時には何度も涙を流し、最後のシーンを思い出さなければまた泣けてくる、そんな作品でした。吉田修一先生の徹底取材。先ほども触れましたが、この作品を書くために吉田修一先生の取材ぶりが本当にすごいんです。もともと歌舞伎について詳しくなかったという吉田先生、舞台を見始めた頃は歌舞伎特有のゆったりした時の流れになれずに席で熟睡することもしばしばあったそうです。でも中村鴈治郎さんのご厚意で自分用の黒子の衣装を作ってもらい、毎月のように鴈治郎さんについて全国の劇場を回るうちにすっかり歌舞伎の世界に見入られてしまったとのこと。朝黒子に着替えて一日を劇場で過ごす、楽屋から長くから地方の劇場と宿を結ぶ送迎バスにまで乗せてもらい、文字通り全身で取材されたそうです。舞台袖から間近に見る装置や衣装、鍛え上げられた役者の動き、鳴り物の音色、まるで正月のような現実を忘れさせる空間。これを小説で再現したい、その一心で書かれたのが国宝です。その取材の回もあって、歌舞伎の初心者にもわかりやすく、それでいてとてもリアルに描かれています。独特な文体の魅力。この作品で特に印象的なのが独特な文体です。最初に悩んだのが文体だったと吉田先生はインタビューでおっしゃっています。一人称か三人称か物語にふさわしい語り口を探して書き出す前の数ヶ月は試行錯誤を繰り返されたそうです。そんな時、テレビで歌舞伎役者さんの丁寧で少し時代がかった口調を聞いて、あ、これだと思われたとのこと。試してみると、一行目からこれから別世界の話が始まるというイメージが立ち上がって物語が一気に進んだそうです。実際に読んでみると、まるで舞台の上に立った人が客席に向かってこんな話がありましてねと説明しているような語りのような文体になっています。カメラワークも独特で、登場人物たちのすぐそばにいたり、客席に移動したり、時には歌舞伎座の屋根に登ったりするような自由自在な視点で物語が進んでいきます。読んでいると本当に歌舞伎を見ているような臨場感があります。エンターテインメントとしての面白さ。吉田先生はこれまでの伝統芸能を扱った小説には高尚で難しいイメージがあったので、全く逆をやりたかったとおっしゃっています。歌舞伎の演目はもともと超エンターテインメントですし、演出も派手でわかりやすい。泣かせる場面は徹底的に泣かせ、登場人物が死ぬ場面はけれんみたっぷりで大げさに、とにかくベタにやってみようと思われたそうです。
実際、古典的ストーリーながら抜群に面白い作品になっています。主人公にはライバルがいて、親友もいて、邪魔する勢力もいて、女性関係もそれなりにあって、困難にぶつかりながらもその道で頂点を極めるという王道の成長物語です。歌舞伎初心者でも楽しめる理由。私自身の話をすると、今まで歌舞伎を3回見たことがある程度で、演目に詳しいわけでは決してありません。1回目は歌舞伎座で、2回目は地方のホールで、3回目は京都の南座で見ました。なんとなく、舞台や劇場の雰囲気、役者の姿は思い浮かぶものの、作中に出てくる演目で知っているものはほとんどありませんでした。それでも、毎回どんな演目かをわかりやすく説明してくれているし、かつ、それぞれの演目が登場人物たちの物語と密接に関連しているものですから、拒否反応を示すことも、難しいと折れることもなく、最後まで楽しく読むことができました。歌舞伎の知識がなくても、十分楽しめるよう、演目や役柄を知らない人のための工夫もしっかりなされています。歌舞伎を知らない方でも全く問題ありません。むしろこの小説を読むことで、歌舞伎のことをちょっと知った気になれるのも嬉しいところです。当然、知っていたらもっと楽しめるでしょうが。壮大な時代背景。物語の背景として1964年の東京オリンピックの年から現代まで約50年という時代が描かれています。歌舞伎役者が成長していくドラマの裏で人形、極道の世界の変質も描かれ、とても重層的な構造になっています。舞台、映画、テレビと芸能界の出来変化を駆け抜ける時代でもあり、主人公たちはその激動の時代の中でいくつもの歓喜と絶望を経験しながら芸の頂点へと上り詰めていきます。連載時の反響。この作品は朝日新聞に連載されていたのですが、連載中から大きな反響があったそうです。吉田先生にとって新鮮だったのは、菊谷俊介などの登場人物に、ごひいきにしてくれるファンがついたことだったとのこと。まるで本当の歌舞伎役者のように、読者が特定のキャラクターを応援してくれる現象が起きたんですね。また、表舞台に出るのは男性ですが、それを裏で支える女性たちに共感してくれる人も多かったそうです。ここからはネタバレを含む感想をお話しします。まだ読んでいない方は、ぜひ読んでから戻ってきてください。映画を見た方も、できれば原作も読んでいただけると嬉しいです。復讐話かと思ったら、正直に白状すると、私は最初、単純な復讐話を予測していました。背中に入れ墨を入れ、任教一家の一員として少年期を過ごした菊を、父親を殺され、その真犯人を知らぬまま歌舞伎という体にのめり込んでいく、この設定を見て、最終的には真犯人への復讐を果たす話かと思ったんです。師匠の花井半次郎が亡くなった時にも真犯人は明かされず、結局最終章までその事実は引っ張られました。でも結果的に菊尾が復讐に走ることはありませんでした。きっと10代や20代に真犯人のことを聞いていたら違ったのでしょう。でも菊尾は年を取り過ぎていて、そして何より芸に似せられていたんよね。上巻を読み終わった時点で想像した自分の浅い考えが恥ずかしくなりました。これは単純な復讐劇ではなく、もっと深い芸に生きる人間の物語だったんです。何度も泣いた下巻では本当に何回も泣きました。菊尾も年を重ね、孫や弟子など新たな出会いもありながら、親しい人たちとの別れも次々と描かれていきます。その人々が去るシーンで毎回涙を流しました。上巻での師匠である花井半次郎の散り際でも泣いたんですが、下巻の頻度はその日ではありませんでした。印象的だった3人を挙げると、1人目は誰にも知られぬ地でひっそりと息を引き取った小野川万陸。彼の散り方が好きでした。最後に滞在していたのは、バスへの安宿、万陸が期待の立山だったなんて、同宿者たちは誰も知らないんです。それが妙に落ち着いたようで、万陸もまた、最後の方の菊尾のように、芸に似せられ、取り憑かれ、苦しんだ人だったのかもしれません。しかし、最後は昨夜余興をした名残だったのか、顔におしろいが塗られ、手にも刺された状態で息を引き取るんです。その描写が美しくて、彼は最後まで役者として散っていったんだなと思いました。二人目は、菊尾のライバルであり、親友でもある修介、糖尿病で両足がし、切断されながら、義足で舞台に立ち、命を燃やした彼の最後は、本当に壮絶でした。彼の場合は、人としての最後ではなく、役者としての最後ですね。舞台にかける思い、やり遂げる強い意志が、小説上官の甘えた春坊は、もういないんだなと思いました。映画でも横浜流星さんがどのように演じられるのか気になります。そして最後3人目は主人公の菊尾です。芸に見せられ、うつろになりながらもある景色を求め、舞台に立ち続け、最後まで踊り続けた菊尾。ダメですね。最後のシーンを思い浮かべるだけで、今でも泣けてきます。歌舞伎は血を描く芸術。吉田修一さんは歌舞伎は死ぬってことを大事に描いているとおっしゃっています。フランスの芸術家のジャン・コクトーは歌舞伎は基本デフォルメなのに切腹、死に際だけは生々しく描くと言っていたそうです。なるほど。だから歌舞伎の演目になぞらえて語られる本作の登場人物たちの死に際もこれほどまでに鮮烈で衝撃的で心に残るんでしょうね。菊尾の最後もある意味芸と心中したと言ってもいいのかもしれません。まさにそうした極限の性を表しているのではないでしょうか。芸に生きることの重さと代償。恋人として、夫として、父親としての菊尾は正直言うと最低な人間かもしれません。何を犠牲にしてでも芸に生きた男でした。でも、それこそが最高の役者へ、人間国宝へ至る道なんです。人間は全てを得ることはできない。そんな厳しい現実を突きつけられています。吉田先生は書き進める中で、一流とは何だろうという思いが心に浮かんだとおっしゃっています。一流の歌舞伎役者である菊尾がどんな景色を目にしたら最も幸せなのかということをラストシーンまでずっと考えていたそうです。その答えがあの最後のシーンだったのでしょう。
女性たちの懐の深さ、歌舞伎役者たちを支える女性陣にも注目していました。気候に大きく関係する女性は3人いましたよね。1人目は長崎時代からの恋人で、大阪まで気候を追ってやってきた晴れ。2人目は気候との間に唯一子供を設けた京都の芸者、藤駒。3人目は歌舞伎界の重鎮の娘で、気候を兄のようにした明子。彼女たちは、稲自立した女性です。気候を愛しながらも、自分たちよりも芸を愛している気候のことを理解していました。一般的な感覚では離反してしまうかもしれませんが、彼女たちの懐の広さには本当に尊敬の念を抱きます。彼女たちがいたからこそ、気候は芸の道を突き進むことができたというのは間違いないでしょう。メディアと世間の身勝手さ、女性関係のことと関連して思い出すのは、週刊誌やメディアの身勝手さについても描かれていた点です。一度歌舞伎の道から逃げた修介が華々しい復活を遂げるため、気候は悪役にされました。婚配師がいることや、出自が任教の一門であることがばらされ、毎度ショーのネタにされてしまいます。修介が亡くなるのを今か今かと待ち構える記者に気候が起こったシーンもありましたが、本当にもっともだと思います。しかし、私たちが普段目にするニュースの裏には、こういう状況が現実として存在しているんですよね。昨今も有名人のスキャンダルが世間を騒がせていたりしますが、流れてくる SNS を見ても本当に悲しく感じます。私はつい考えてしまうんです。その言葉は面と向かっても伝えられる言葉なんだろうか、と。言われた人の気持ちを想像したことはあるんだろうか、と。〇〇がかわいそうと共感に見せかけた批判コメントもありますが、かわいそうかどうかは当の本人にしかわからないと私は思います。当事者と直接の知り合いでない限り、ニュースを見ている私たちは他人です。関係のない人です。本作で言えば、気候に婚配師がいるというニュースが出た時、怒る権利があるのは気候の娘やその母だけだと思うんですよね。実際に娘が何も父親らしいことをしてくれなかった気候に恨み事を吐くシーンがありましたが、あれが正しい怒りで、それ以外は全て言葉の暴力になっているように私には感じられます。人を非難したところで自分が幸せになれるわけはないんだから放っておこうよという、これも私の勝手な一意見でしかありませんが、本作を読んでいたら、そんな思いが湧いてきました。まあ、世間のスキャンダル好きは現代に始まったことではなくて、他人の不幸は蜜の味なんて言葉もあるくらいですから、チェヨにするのは無理なんでしょうけれど、高価な人間の差がですね。魅力的なサブキャラクター。映画版のキャストを見ると、徳次や弁天の名前がありませんでした。二人は出ていない可能性が高いのが残念です。どちらも魅力的な登場人物だったから。特に徳次は、気候の幼馴染であり、兄貴分であり、付き人という重要な人物でした。気候に忠誠を誓っており、彼の才能を誰よりも認めている人でもあります。最後のシーンの後、二人は再会できたんでしょうか。いろんな解釈ができる終わり方でした。あのまま車にはねられたとも解釈できますが、信号の変わったスクランブル交差点という描写がありましたから、信号が変わったばかりであれば、車はすぐに走り出さないはず。つまり、助かるなんてことも思ったりしました。しかし、著者のインタビューで、一番いい舞台で死んでほしいという言い方をなさっていたから、やはりあのままということなのでしょうか。徳次と20年ぶりの再会も叶わず、人間国宝になれたことも知らず、真相はわかりませんが、再会できる未来があったと、そう思いたいです。運命的な偶然。最後の方に出てきたエピソードですが、面白い偶然があったそうです。物語の冒頭で、気候のジップが抗争で殺害される長崎の料亭の場所があります。実は歌舞伎座を作った人物が、その料亭がある花町の隣町に住んでいた人だったそうなんです。吉田修一さんは、ご自身の実家に近いからという理由だけで、その料亭の場所を決めたらしく、全くの偶然だったとインタビューでおっしゃっていました。まるで歌舞伎の神様が作品を彩ってくれたような、不思議な巡り合わせですよね。国宝はまさに芸能小説の金字塔だと思います。執筆前から執筆中に至るまで黒子をまとって舞台裏から楽屋までずっと歌舞伎役者の取材をしていたという吉田修一先生。その取材の回もあってか、とてもリアルに、それでいて初心者にもわかりやすく描かれていました。芸に生きるということ、人間国宝になるということ、そして何よりも死を美しく描くということ。歌舞伎という日本の伝統芸能を通して人生そのものを描いた傑作です。映画も素晴らしい作品になっていることと思いますが、ぜひ原作も読んでいただきたいと思います。きっと、気候と同じ時間を過ごし、同じ景色を見ることができるはずです。そして映画を見た方も原作を読むことでまた違った発見があると思います。800ページという長さですが、読み始めたら一気に読んでしまう、そんな魅力的な作品です。以上、吉田修一先生の国宝の感想でした。映画もぜひ劇場でご覧ください。皆さんの感想もぜひ教えてください。この動画が良かったなと思う方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。